チキラドテチョンです。今回はね、新ヒーローペットのアングリージェリーを使ったね、クイヒーをやっていきたいと思います。やっぱりね、僕がクイヒーをかなりやるということで、クイヒーとの組み合わせっていうのもね、見ていきたいなと思ってまして、正直ね、今までオデヒーとかはやってきたんですけど、オデヒーとの相性はいいなって感じてたんですけど、このね、クイヒーに使うのはちょっと違うのかなと、個人的には思ってたんですが、実際につけてみてやってみた感想が思ったよりいいなって思いましたね。結構強い可能性があるなと思いました。ということでね、早速リプレイ見ていきましょう。はい、というわけでやっていきます。まずは下からね、クイヒー使っていくんですけど、タコがついてますね。で、防衛施設しか殴らないっていう習性があるので、こうやってね、サイドカットせずに簡単に入ってくれるのめっちゃいいっすね。で、このまま通路をそのまま、クイーンと進んでくれます。こうすると残ったこの辺の施設たちを、何かで回収してあげないと35秒後にね、クイーンは戻ってきちゃうので、ウィザードで回収をしていきます。ウィザードじゃなくてもね、アーチャーとかガーゴイルとかゴブリンとかね、配置に合わせて回収しやすいものを使っていけばいいんじゃないかなと思うんですけど、ほら、こんな感じで35秒経ったので、エリクサータンクで、この近くに施設がようやくなくなったので、クイーンはこのまままた進むことができるっていう状況が作れたという形ですね。このクイヒー誘導となんかスムーズさみたいなのを考えると結構いいなって感じましたね。で、ここから合わせるものは別に何でもいいんですけど、スーパードラゴン使うかってことで、スーパードラゴン採用、キングと同化弊社外周流しって感じです。そうするとなんかユニコーンとかがね、自由に使えるとかなんだけど、キングに使うのもワンチャンありかなとか思ったんだけど、どうでしょうね。ユニコーンが逆に腐るという、またまた珍しい状況。フロスティ普通に仕事してくれてるからね、ヒーローペットもちょっと難しいよね、いろいろ。こっからはもう特に何も変わらない編成になっているので、自由にしてくださいって感じなんだけど、どうでしょうね、これ。配置選べばサイドカットしづらいようにわざと置かれてる外周施設とかを無視してクイヒーが防衛施設に向かって進んでくれるみたいな。後で見せるんですけど、こういう角が1マス空いた配置とかに簡単に誘導できるんですよね。それも結構便利なところの一つかな。初動のサイドカット力みたいな、サイドカットにユニット割かなくても簡単に入ってくれますよっていうところがメリットではあるんだけど、デメリットとしては配置によってはクイーンが変な動きでどんどん、それヒーラー横打ち食らうよってところを防衛施設に向かわなきゃいけないので進んでしまうみたいな、コントロールできなくなっちゃう配置って絶対出てくるんで、それが多分苦手な配置っすね。続けてはね、リターン試してみたいと思います。35秒間というね、規約があるんでね、35秒以内であれば、リターンの呪文が効くということで、効くというか防衛施設だけ殴ってリターンできるので、今までのこの両サイドカットの時ってもっと時間かかってたんですけど、このスムーズさ半端ないね。で、ここも防衛施設から殴ってくれるので、対空砲が消えたらもうスーパードラゴン開始していいですからね。で、残った逆サイドとかは、防衛施設がなくなってるので、ベビドラカット反対サイドは、ゴブリンとかアーチャーでクイーンのサポート入れて、みたいなイメージです。35秒経ったので、ホーミングチェックにもなるの便利っすね、こいつね。食い火につけるとほぼホーミング食らって死んでる感じがしましたね。何回か試したけど。でもバルーン出さなくても勝手にホーミング解除してくれるのはヒーラー死ぬよりはヒーローペット死ぬ方がまだまだ全然いいっすからね。普通に強いな。で、あとはスーパードラゴン進めていってみたいなイメージなんですけど、この戦術ってなんだかんだ時間がかかっちゃうので、時間切れとの戦いみたいなところも少しだけ入ってたんですよね、このアタック。このクイヒースーパードラゴン系のアタックって。それがその辺気にせずに進むことができるの強いなって思いましたね。で、あとは何してもいいよって状況なんですけど、マルチアーチャーターンの攻撃をすれば、クイーンが、もう呪文、レイズとかないんでね、レイジとかないんでね、1タゲだけになるので、いいかなと思って、キングで外周。クイーンはクロークを、使うかってことで打って、あとはロイヤルチャンピオン。
プランはそんなに考えてなかったんでね。さあ、ヘイストホグを下側ロイヤルチャンピオン割いています。はい。これで終了。ヘイストホグ強っ。リターンにも相性良さそうですね。さあ、最後になります。やっていきましょう。応用すればこんなこともできるよということでね。この角開けサイドカット、金庫とかね、エリクサータンクとか置いてあるんで、サイドカットめっちゃめんどくさいし、時間かかりますよね。それを防衛施設しか殴らないので、簡単にコントロールすることができます。そして、ここ、ウィズ島って行くんですけど、タウンホールをね、これ、クエイクで揺らしてしまえば、タウンホールも先手で取れることができるということでね。これめっちゃ強くないこのムーブ。この絵はタコでしかできないことをやったなって感じですね。で、逆サイドに召喚していって、ここからスーパードラゴンパートスタート。で、これはね、強いですよ。この使い方はめちゃくちゃいいですよ。これはタコでしかできないことをやってるよ。ヒーローペットをなんかわざわざちょっと尖ったヒーローペットを使うんだったらなんかそのヒーローペットにしかできないことをやっぱ活かしていく。ギアもそうなんだけど、そんな感じでなんか、いいとこをしっかり最大限活かせるプランニングっていうのがね、わざわざ使うなら大事なので、これはかなり強い使い方の一例なんじゃないかなと思いますね。リターンだったりターンホールを起動させて取るみたいなところは、割かし便利かな。あとはなんだろう。普通にレジェンド使いとかするんだったら、タウンホールもね、コントロールしていかなきゃいけないので、35秒以内にタウンホールをスルーして前に進んでったけど、その後、他の施設も殴れるようになって、タウンホールを後ろ向きに殴らなきゃいけないみたいなことになると、ヒーラーとかもタウンホールからの攻撃を受けなきゃいけなかったりで、結構めんどくさいんでね。その辺のコントロールが、なんかどんな配置にもどんなやり方でいけるぜみたいなタイプの戦術じゃないから、どちらかっていうとクラン対戦とかそういう方のよりかな。レジェンドリーグで使いますかって言ったらちょっとリスキーな編成かなと思いますね。この、お出品にしても結構リスキーなところは少しあるかなって思ってるんで、そもそも。強いは強いんだけどね。リスクは結構いろんな配置に同じやり方がしづらいってとこ。これもロイヤルチャンピオン残っての全開ということで。初手のバックアダのおかげでこれロイちゃん使わず済みましたね。はい、ということでね、今回はクイヒー型ちょっとね、コンセプトずらしてやってったんですけど、最初はリターンなしで普通にクイヒールートを簡単に誘導することができますよってやつ。で、2本目は両サイドカットのリターン型のクイヒーが、かなり時間短縮でできますよっていうもの。そして最後はね、ターンホールを起動することでターンホールを簡単に拾うことができますよっていうね、このアングリージェリーの使い方3選みたいな感じでやってったんですけど、個人的には配置を見てから使うんだったら全然ありだし、結構強いなって感じました。これ経験の問題なのかもしんないんだけど、まだちょっと慣れてないから、いろんな配置にすぐできるかって言ったらできないのかもしんないですね。ずーっとこの編成使い続ければもしかしたらどんな配置にでもいけるようにはなるのかもしんない。まだちょっと連動が足りてないから、レジェンドリーグとかで使うにはリスキーな編成だなっていう評価になってるのかもしれないけど、実際そういう評価になりそうな気はしてます。あと試してないのキングなんですけど、キングなんてもう目に見えてね、使い方大体決まってるんで、キングにつけた場合は。でもね、言うてもね、普通の、キングに関してはね、普通の使い方してフェニックス使ってる方がね、無難に強いかなって思ってるんで、わざわざタコ使うのも、やっぱ配置が見えてる対戦とかじゃないと使わないんじゃないかなって。あとはサイドラバルとかだけど、それでもフェニックスの方が強い方が多いんで、って感じですかね。一通りね、いろんなヒーローにつけていろんな使い方してみましたが、実践的なのはお出ヒーとクイヒーかなって思いました。ロイヤルチャンピオンにつける意味がないのは皆さんわかりますよね。ぜひね、こんな使い方いいんじゃないかとか、もしね、気づいた方あったら教えてください。また昨日ね、お出ヒーとファイアボールを合わせたね、編成の方も紹介してますので、そちらもご覧ください。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次の動画でしましょう。さよなら。